今から秋吉台がどうやってできたのかという成り立ちについて説明します。少し難しいかもしれませんが、最後まで聞いてください。秋吉台は今から約3億年前は暖かい海でできたサンゴ礁でした。海の底に海洋プレートというものがあり、そのプレートは大陸のプレートの方へ移動し、その下へ潜り込んでいきます。その海洋プレートの上に海の中の火山により高まりができます。その高まりの上に海の生物が住み始め、海洋プレートに乗ってサンゴ礁となりながら移動します。私はだから秋吉台は昔サンゴ礁だったんだなと納得しました。そして大陸の近くとなると海山となり、大陸プレートの下に潜り込むとき、サンゴ礁の部分が剥ぎ取られ、大陸プレートにくっつきます。そのプレートとの衝突時に、大陸プレートにくっついていた石灰岩の塊がブロックのように粉々になって回転する力ができ、下にあった地層がゆっくり上へ回り、逆に上にあった地層がゆっくり下へ回って地層が逆転しました。皆さんはこの逆転説を知っていましたか？今から秋吉台の地層逆転について説明します。通常は新しい地層が上、古い地層が下になっていますが、秋吉台の帰り水地域では、新しい地層が下、古い地層が上になっています。なぜ地層が逆転しているのでしょうか？秋吉台の地層は、地殻変動によって地層が大きく曲がったことで逆転したと考えられています。秋吉台の地層逆転については、他にもいろいろな説があるので、ぜひ調べてみてください。この逆転現象を最初に発見した人は、小沢義明博士で、大学の卒業研究として、秋吉台の研究を行った際に逆転現象を発見されたそうです。また、小沢義明博士は、フズリナという化石をもとに、布団を三つ折りにしたような感じで考えたそうです。誰が見ても全く疑うことができないようにするには、どうしたらよいのだろうと考えて、実際に地下の岩石や化石を見てみようと考えて、ボーリング機械を購入して地下を見てみたら、地層は完全に逆転していたそうです。写真にある秋吉台の草原にデコボコあるこの岩は石灰岩と言います。この無数の岩はなんとサンゴや貝類などの海の生き物たちがこの岩に閉じ込められています。ここでクイズです。石灰岩に雨などが当たるとどうなるでしょうか？ 1. 溶ける。 2. 弾く。 3. 何も起こらない。正解は1番の溶けるです。石灰岩は溶けるんです。理由は雨が空気の酸素などを取り入れて酸性になって、その雨が石灰岩に落ちると溶けるという仕組みです。今から秋吉台の大理石について説明します。実は秋吉台には40種類以上もの大理石があります。その中には置き伏せや聖火という大理石があるそうです。その中で私が特にかっこいいなと思ったのが黒龍です。黒っぽい色の方解石が密集してできています。その中に西の黒龍、東の黒龍があります。次にいろいろな県の大理石について紹介します。まず、高知県の土佐桜という大理石です。サンゴなどの主体を含む石灰岩で薄いピンク色の大理石です。
図に書いてあるような形の大理石です。次に茨城県の水戸関水という大理石です。やや黄色を帯びた結晶性石灰岩という大理石です。灰色の層のような模様があります。他の県の大理石もあるので調べてみるのもいいですね。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今から秋吉台にある歌劇お堂について説明します。まず、歌劇お堂は秋吉台の獅子出台というところにある洞窟のことです。秋吉台には白い岩石、石灰岩がありますよね。この石灰岩は雨が降る時の雨水に空気中の二酸化炭素が混ざったもので溶けてしまいます。その雨水によって地下で溶かされていったのが洞窟であり、その中の一つが歌劇お堂なんです。約1000年前に発見されたと言われる洞窟海峡堂。壇ノ浦の戦いに敗れた平家の武将、平海峡が潜んでいたと伝えられています。次はその平海峡について説明します。約1000年前に発見されたと言われる洞窟海峡堂。壇ノ浦の戦いに敗れた平家の武将、平海峡が潜んでいたと伝えられています。次はその平海峡について説明します。平海峡は平家に仕えて戦い、都にいられなくなって地方に逃げ出すことに従ったために、平称で平海峡と呼ばれていますが、藤原秀里の子孫の伊東氏で伊東海峡とも言います。平安時代末期における自称呪霊の乱において活躍したそうです。平家物語漢11弓流において、源氏型の妙の彌十郎の兜の左右や後ろにあるタレ、しころを素手で引きちぎったというのが特に有名だそうです。その平海峡が壇ノ浦の戦いで負傷した目を洗ったとされるところが海峡堂です。そしてその恩に報いるために生目八幡を建てたと言われています。中に入っていくと、ドクロ岩や隠し船、天狗岩、あけびの実、かすり天井などが見ることができます。それでは次に歌劇お堂の天井や壁の様子について説明します。この写真を見てください。これは鱗壁、別名スカラップといって、見た通り魚の鱗に似ていますよね。そしてこの模様を細かく見ていくと、昔の洞窟の様子がわかるそうなんです。例えば昔の洞窟の中での水の流れの方向や強さがわかるそうです。私は歌劇お堂に実際に行ってみて、歌劇お堂の壁や天井の出来方、そこからわかることについて興味を持ち、面白いなと思ったので紹介させていただきました。この他にも歌劇お堂には黄金岩やたくさんのコウモリなどもいます。今から主に歌劇お堂で見られる2種類のコウモリについて説明します。皆さんはどっちのコウモリが好きですか？桃白コウモリ、指長コウモリです。6年生の中では桃白コウモリ派 80%、指長コウモリ派 40% でした。今から洞窟の中で一生過ごしている生物はどのような生活をしているかについて説明します。今から秋吉台の近くにある歌劇お堂のことを紹介します。歌劇お堂は入り口が狭く風の出入りがないため、一年中気温が15から17度でほとんど変わらず、湿度もほぼ 100% でいつもジメジメしています。また日光も届かず、
草も生えていません。ですが、少し苔らしきものが生えていました。洞窟で一生を過ごす深洞窟性動物と呼ばれる生物がいます。深洞窟性動物とは、目が退化し、表皮が薄く、長い触覚とお角を持っている動物です。例えば、これは私たちが海峡道で見たもので、オキウシホラヒメグモと、おそらくヤシデ類であろう深洞窟性動物です。次に、深洞窟性動物は光のない世界に生息するため、目が消失するか退化しています。暗い中では目があっても見えなくて意味がなく、無駄なエネルギーを使ってしまうからです。暗闇の中で目の代わりをするために、触覚や体毛などが他の動物よりも発達しています。洞窟の中で過ごしているオオギチはある方法で餌を食べています。それはコウモリが落とした糞をたくさんのハエの幼虫やギブリが食べているところを狙ってオオギチなどが食べています。以上で私たちの紹介を終わります。いかがでしたか？ぜひ皆さん、私たちのふるさとを秋吉台に来てください。